ご主人様、のんびりしすぎ。トウカ様のおっしゃる通り、今から戦いなのですから、もっとシャンとしてください。お兄ちゃん怒られてやんの。でも変にシャチホコばっているよりも、今みたいにのんびりとしている方がいいと思います。兵士たちは上に立つ人の気分や態度をちゃんと見てますから。だからご主人様の何事にも動じない態度というのは頼もしく見えると思います。ひいきの引き倒しではないのか？主にはもっとしっかりしてほしいという可愛い部下からの還元です。あの大丈夫です。きっと勝てますから。それぐらいなら大丈夫です。私たちには有名を馳せているアイシャさんとかリンリンちゃんがいますし、それに義勇兵の皆さんの士気も高いですから。だけど私たちがいますから。どういう意味だ？アイシャ、ひなりを怖がらせたらダメなのだ。私は別に怖がらせてなどいないぞ。普通に聞いただけではないか。私の口調はそれほどきつく受け取られてしまうのでしょうか。大丈夫大丈夫。アイシャちゃんは別に怖くないよ。ただちょっぴり真面目すぎるだけ。助け舟になっていませんよ、トウカ様。とにかくですね、こういう時にこそ私とひなりちゃんが役に立つと思うんです。本来ならば敵よりも多く兵士を用意するというのが傭兵の正道ですけど、でもそれが無理な以上、戦力の差を覆すには策あるのみです。だからこそ私たちが勉強していたことが役に立つかと。勉強してたって、シュリたちは何の勉強してたのだ？
孫子、呉子、陸刀、三略、芝法、それに九章三術、呂氏春秋、仙外経、あとはいくつかの経済書と民生書を勉強しました。ああ、それ全部勉強して覚えたの？すごーい！アイシャちゃん、アイシャちゃん、この子たちってば、もしかしてとってもすごい子かも。そうなのですか？孫子の兵法書は私も読みましたが、その他の書籍に関しての知識はありませんね。一体どのような書籍なんです？孫子、呉子、陸刀、三略、芝法、これらはすべて兵法書です。あとは算術、農政、地理書、経済学の本とか、民を治めるための本とかです。すごいのだ。首里たちは完璧超人なのだな。そんなことないですよ。ですね、伝令さんからの報告を聞くと、敵軍は5里先に陣を構えているとのことですが、ここより5里先というのは兵法でいう口となっています。口？何なのだそれ？口とは各方面に伸びた道が収束する場所のことを言うんです。だからこそ相手は増票なんだって判断できます。そしてそここそが私たちの狙い目かと。どういうこと？敵は私たちより多くの兵を持つとはいえ増票でしかありません。またその増票が守っている地は黄巾島全軍に影響を及ぼすであろう重要な地。そこを破れば私たちの名はいやおうなく高まります。だからこそこれは千載一遇の好機。さらに言えば私たちの兵は敵よりもかなり少ない。そんな部隊が前に現れたとしても敵は恐れないでしょう。そこが付け目なんです。なるほど。敵を油断させ策を持って破る、そう言いたいのだな。はい。そんなに緊張しないでほしいのだが。ごめんなさいです。ほう、私の見た目は怖いとそう遠回しにおっしゃるのですね、ご主人様は。そんなのどっちでもいいのだ。とにかくさっさと方針を決めて戦うのだ。そうだよご主人様。アイシャちゃんとイチャイチャするのは後にしてね。どうか様。ご主人様。そうですね。まず第一は敵を陣地から引っ張り出すこと。その後野戦に持ち込むこと。
ただし平地で対峙してはいけないこと。数で負けているのなら数で負けない状況を作り出せばいいんです。ご主人様すごいです。あわわ、先に言われちゃいました。おお、ご主人様、どうやら正解だったみたいだよ。すごいね。しかしご主人様、我らの行く手に共感などどこにあります？目の前には果てしなき荒野が広がるのみですが。ありますよ。ここより北東へ2里ほど行ったところに川が干上がってできた谷があります。でも地図にはそんなところ載ってないよ。その地図、市販のものですよね。うん、お店に売ってたやつだけど。なら正確な地図ではないですね。そうなのか？じゃあこの地図って偽物？正真正銘本物ですよ。ただ市販の地図には旅人や大将の人たちがよく使う道とか山とかしか書いてないってだけです。